そしたらもう結果出ないんですよ。これトップって必然的に現場から見たら抽象的なことを言うんですよ。これが社長が言ってる方針に対しての我々がやるべきことの役割です。なるほど。こんにちは、本日です。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。ちょっと僕が最近ですね、リーダーに見事昇級しまして。おめでとうございます。ありがとうございます。本社長のおかげです。いつもアドバイスいただいて的確な。最近リーダーになって思うことがあるんですけど、部下への指示の仕方ってなんか意外とすごく難しいなって最近やってみて思っていて、指示の仕方一つで組織が崩壊に向かったりするみたいな話も噂で聞いたりするんで、その辺ちょっと部下への正しい指示の仕方について今日はちょっとレクチャーというか、本社長の見解をですね、お聞かせ願いたいなと思っております。わかりました。リーダーってことなんで、会社には社長とか経営陣がいますよね。はい。ちょっと一回3層で考えましょうと。3層、はい。トップ、社長とか役員、経営陣ですね。はい。今言われてるリーダー、部長とかマネージャー、支店長とか、そのチームのリーダーですね。はい。で、現場のメンバーがいると。はい。これ3層で考えたときに、はい。経営陣、トップがですね、とにかくお客様を喜ばせるんだと。それがうちがやるべきことだ。方針だ。はい。そのために戦略としては、モニョモニョモニョっていうわけですよね。これトップって必然的に現場から見たら抽象的なことを言うんですよ。方針とか。でも確かに。これってなぜかっていうと、はい、要は幅を広く言ってるんですよね。営業の人も現場の人もバックオフィスの人に対しても、幹部にもメンバーレイヤーにもとか、包括して全部を見てるんで、必然的に抽象的になるんですよ。そうですね。具体的すぎると現場は関係あるけど営業関係ない。経理関係あるけど人事労務関係ないとなっちゃって、全体的を包括して言うんで必然的に抽象的になると。ダメなのはこれをそのまんま伝えるチームリーダーですよね。なるほど。ね、支店長だとしましょう。うちはい。社長がお客様を喜ばすということが方針で、そのためにアンケートとかお客様の声をすごく取り入れていくみたいなことを話したんで、はい、お前ら頑張れよお客様喜ばすんだぞっていうチームリーダー。はい。ブブーですよね。ブブーですね。これだから僕らで言うと、それ右から左やんと。お前いる意味あるか。確かに。なるわけですね。これがダメなリーダーですよ。だからそういう指示、例えば上から降りてきたこの言ってることをそのまんま右から左でメンバーに落としてるリーダーは危ないですよね。危ない。極論お前いる意味あるんかいって。僕いる意味ないかもしれないですね、今。現時点では。なるほど。なのでやるべきことはトップとか分かりやすく言うと、トップ社長ね。社長がじゃあそう方針とか戦略とか出したときに、まず一つ目はそれをちゃんと理解することですね。何を言わんとしてるのか。チームリーダーなんだから、社長が言ってることがよくわからないことがいけないとか絶対思っちゃいけない。理解できない自分が悪いんだと。だからまず全力理解しに行く。そのために質問したりとか、キャッチボールすると。強いては自分のチームで方針戦略を実現するために、自分のチームの役割とか期待されていることをちゃんと考える。社長がこう言っているから、うちのチームとしてはこういう役割でこういうことをすべきだ。いわゆる戦術みたいなのをちゃんと考えて、自分のメンバーにそれを分かりやすく伝えることがチームのリーダーの役割ですよね。なるほど。まずはトップが言ってることを理解する。でそれを噛み砕いて、自分の部門のメンバーがなるべく分かりやすく分かるように、具体的に変換して落とすわけですよ。そこの具体的な変換っていうのはちょっと難しそうだなって思っちゃいますね。そうですね。例えばだから分かりやすく言うと、いい組織、ダメな組織、いいチーム、ダメなチームっていうと、例えばじゃあトップがお客様に喜んでもらうことが一番大事だと。そうすれば結果もついてくると。だからお客様にとにかく喜んでもらうことを方針として出します。戦略としては、だからお客様の声を大胆に取り入れますみたいな、すごい抽象的なこと言うじゃないですか。そしたら、いいチームはですよ、いいマネージャーは、社長がこう言ったから、自分たちの部門でやることを決めました。2つです。とにかく、我々のチームとして CS で80点以上やりましょう。そして2つ目は、自分たちのチームの売上の目標の達成です。これが
社長が言ってる方針に対しての我々がやるべきことの役割です。なるほど。具体案としては、はい。改めてお客様と最初にやった時の挨拶、自己紹介を気持ちよく徹底すること。で、気持ちよくの徹底もこういうふうに線引きをします。現場もそれぞれ、例えばレベルをね、はい。皆さんの評価グレードが今3なのを、みんな平均を2にしましょう。こういうことをやりましょう。これがうちのチームの目標です。もうちょっと具体的にこれをするために何をやってきますよって。そうすると現場が分かりましたと。じゃあとにかく私ができることは、挨拶と自己紹介を毎回どんなお客様一件一件もやります。アンケートの気持ちよく挨拶してくれたよねっていうところに丸してもらえるのを 100% やります。出します。自分の現場のスキルレベルを3から2に上げるために、こういうことをやってきます。みたいな感じで現場が考えられる。これがいいチームですね。ダメな例。トップがお客様に喜んでもらうことが方針ですと。お客様の声を最大限取り入れていきます。みたいなこと言ったときに、みんな、お客様に喜んでもらうことが方針だから、頑張ろう社長がやってるから俺も頑張ろう現場、そうっすね、頑張りましょうで、何します？普通に現場やっとけばいいですか？今まで通り。みたいになるわけですね。とにかく、右から左になってきた。やっぱそういう人は明確なチームにおいて目標とかないってことですかね。明確な目的目標みたいなのが。それもそうですよね。ないですし、結局自分で考えられてないから、右から左するしかない。もしくは考える前にやっぱ理解できてないんですよね。自分が社長がやってることをこう理解してたら、自分のチームで何をすべきかもうちょっと考えられるはずなのに、考えられてない、理解できてないから、それをメンバーに伝えたことでメンバーが当然理解も考えもするはずはない。そしたらもう結果出ないんですよ。確かに。間違いない。求められてる結果は出ないんで、それは潰れますっていうか、崩壊っていうか、なりますよねっていうだけの話だったんですよ。なるほど。ありがとうございます。もう少しちょっと別の角度で言うと、部下に指示をするときに、なんか大切なことあったりします。ここは心がけた方がいいよ、みたいな。僕が気をつけてるのは、例えばよくありがちな、いい感じにやっといて。いい感じにやっといてよく聞くなぁ。よく聞きますね。めんどくさいとこうやって言いたいんですよ。僕もたまに言っちゃうんですけど、でも、ポイントは、できるだけやっぱ具体化した方がいいですよね。具体化する。で、いい感じにやっといてって僕も部下に言う時なんですけど、言う人を選んだんですよね。そっかそっか。付き合い長くて、ちゃんと分かってる人、社長がいい感じっていうことはこういうことだなって、ある程度理解できる人にしか言わないんですよ。関係性が薄いとか、あんまり業務でコアにやり取りしてない人に関しては、いい感じにやっといてって言わないですよ。僕はだからこう言ってるんですね。必ず、復唱してくれと。復唱してくれ。僕が仮にいい感じでやっといてって言ったとしたら、いい感じってこういうことですかって質問し直せる。ちゃんと自分がいい感じを解釈できるようまでちゃんと質問してる。いい感じまで言わなくても、これをこういう風にやって、こうして、ああして、こうして、これで明確にして、明確に言った時も必ず復唱させますよね。復唱してる絶対。だって分かってるか分かんないからっつって。復唱させることを結構やるんですよ。で、復唱すると分かるんですよね。その通り。それでよろしくっていう人と、そうじゃなくて、それは A じゃなくて B って言ってんだよっていう、こう返しがあるじゃないですか。それは結構消せる。確かに。こっちが指示をしたりとか、何かを伝えたら、復唱して必ず、その場でって言いますね。なるほど、なるほど。わかんないことだとその場で質問してっていうふうに言うと結構ミスリードがなくなる。だいぶなくなりますね。ありがとうございます。結構今なんかは、リモートワークとかも増えたりだとか、連絡ツールとかもいろんなものができてきたりしてるじゃないですか。指示をする最適な場所っていうとあれかな。やっぱ対面で。いや、でもなるべくテキストの方がいいですよね、本当はね。テキストの方がいいですか？間違いがない方がいいか。なるほど。言葉ってやっぱり、僕ら機械じゃないんで、間違えるし、受け取り方の解釈もやっぱり変わっちゃうんで、だから僕なんかで言うと、絶対にテキストで送って、補足を電話でするだけ。面前でもいいですけど。だから簡単なことはもうテキストで、逆にテキストしか送らないし。で、ちょっと伝えにくい、ニュアンスが伝えにくいとか、ニュアンス伝えたいとかっていうときは、テキストで送ってさらに電話で補足しますよね。面前で補足するんですよ。なるほど。
テキストで残しとくっていうのは大事ですよね。言った言わないとか、言ってたこととやったこと違うじゃん。よく言う話が上司が、お前言ったことやってること違うじゃんけとかって言うと、それって両方に責任があるんですよ。確かに。今の話聞いちゃうと。それじゃあ、一言一句申し訳ないですけど、言ったこと覚えてますか？大体みんな覚えてないんですよ。聞いた方も一言一句間違いなく覚えてるのって絶対覚えてるわけないんですよ。だとしたら、これを何時までにやってテキストで書いた方がいいですよ。補足だけお言葉でやった方がいいし、具体化することと具体化しきれなくて補足することとかもあると思うんですけど、両方使った方がいいですよね。なるほど。とにかくこんな指示してるリーダーがいたら危ないは、右から左上司リーダー。右から左上司リーダー。それを気をつけて、ちゃんと上が言ってることを理解して、自分の部署、チームでそれは何を求められているのか、何をやったらやるのが役割なのか、どういう結果を出したらそれに近づけるのか考えて、それを戦術として具体策、なるべくメンバーが理解できるように、メンバーが理解してすぐ行動できるようなところに落として説明をするというのがいいリーダーですよね。なるほど。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。